ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA アイテムの普通じゃない使い方を紹介します。視聴者様からも募りまして、私も知らなかった天才的なアイデアがたくさん出てきますので、ぜひご覧になってください。どれも簡単なものばかりなので、きっとすぐに真似したくなると思います。では行ってみましょう。まずはキッチンから。こちらは IKEA のシェイカーです。IKEA のシェイカーは食洗機対応なので、プロテインを飲むように購入したんですけども、こちらを使ってホットケーキを作るのがとても気に入った使い方です。これでホットケーキを作ると洗い物が少なくて済みます。このホットケーキミックスは 150g のものですけども、 200g タイプでも入りますよ。メモリがついてるのでドレッシングを作るのに重宝していますっていう方や、あと離乳食を作るのにこちらを使っているって方もいらっしゃいました。ブレンダーがね使いやすいってことで確かになって思います。次は私も気づかなかった使い方です。こちらは袋留めクリップです。 IKEA のものは冷凍も OK なので使い勝手がよく重宝しています。パンのクロージャーよりもこちらの方がパチンと簡単なので時短にもなります。で、使い方なんですけど、中身の少なくなった歯ブラシじゃない歯磨き粉やチューブ状のバターをこう絞るのに使うんですって。いや、天才じゃないですか。早速やってみました。今ちょっとこれ2倍速ですけども、結構ね慎重にやりました。結構きついのでちぎれちゃわないかなってちょっと思うぐらいキツキツです。でもその代わりこうギューって絞っていくともうぺったんこになりました。すごく気持ちがいいです。ただ本当物によってはちぎれちゃうかもしれないので慎重にやってみてください。歯磨き粉とかならねもう全然ちぎれてもいいやと思って思い切りやってみるのもいいかなと思います。いやー、気づかなかったこの使い方は。アイデアありがとうございます。はい、どんどん次行きましょう。こちらモニタースタンドのエロベンという商品です。モニタースタンドなんですけどもキッチンで使っています。これがなかなか便利でおすすめなんです。モニタースタンドなので耐荷重 20kg あります。この薄い引き出しが小物を入れるのにとても便利で、ドリップコーヒーやお菓子なんかを入れています。私は最近ここにさらに薬を追加しました。下の隙間にはトレイを収納しています。視聴者様からもたくさんアイデアをいただきました。実際に写真も送っていただきありがとうございます。やっぱ同じようにキッチンで使われている方が多くて、コースターやストローなんかも入れてらっしゃるということでした。こちらの方もストローとあとティーバッグもたくさん入ってます。こちらの方は上に炊飯器とコーヒーメーカーを置かれています。引き出しの中になんとリモコンも収納されています。こちらの方はリビングで使われているということです。下の隙間にこちらの方もリモコンを収納されているのがわかります。こちらの方はアクセサリーを収納されているということです。中の仕切りはダイソーで買われたということです。すごいぴったり入ってますね。たくさんのアイデアありがとうございました。こちらのルームセットに置かれているデスクに注目してください。 IKEA のカラックスという棚のバリエーションの一つのデスクです。棚のバリエーションなので奥行きが39センチと浅いのが特徴です。こちらのデスクを使ったアイデアを視聴者様からいただきました。キッチンのカップボードの一部として使われているみたいです。ちょうどデスクの部分にゴミ箱が収まっています。お部屋の前景が気になりますね。すごくおしゃれ。続きましては IKEA の鍋蓋スタンド、まな板スタンドですかねを使ったアイデアです。スチール製でとても頑丈なスタンドです。これをなんと2つ使ってホットプレートの収納に使われているということです。ホットプレートの色とこの棚の色がまためちゃくちゃマッチしている。すっきり見えますよね。あまりの衝撃に私もこれ買ってしまいました。ただホットプレートは持ってなかったです。続きましては収納関連を紹介したいと思います。まずはこちら、ベッドの枕元に設置してある本棚です。こちらは IKEA のバリエラという鍋蓋オーガナイザーです。水切りラック代わりに使っている方多いと思います。私もそうやっても使ってるんですけども、このように壁にフックをつけましてここに引っ掛けるだけで本棚みたいな使い方ができます。でこのバリエラというのが自分の好きな長さ間隔に調整することができます。結構好きな位置で止めることができます。なので漫画の単行本ですとか文庫本なんかも等間隔で並べることができます。同じように壁にフックで引っ掛けて
トイレットペーパーの収納にしてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。続きましてはじゃない使い方ではないんですけども、ちょっと知られていない収納 Tips です。こちらはスクッブという収納用品で、とても軽く自立するので、このようにクローゼットの中で寝具を収納するのに使っている方が多いと思います。こちらのサイズのものは一番大きいものですけども、このようにシングルの敷布団を入れることができます。来客用の布団なんですけども、このように収納しています。でこちらよく入らないっていう方いらっしゃるんですけども、折り方にコツがありまして、このように四つ折りにするんですね。縦に半分に折って横に折る四つ折りです。そうするとぴったり収納することができます。ちょっと日本ならではのネタになって申し訳ありませんが、また敷布団の種類によってはねちょっと入りにくかったりするかもしれませんが、うちのはニトリの敷布団です。全然無理なくぴったり収めることができます。ちなみに掛け布団とかはスクッブの一番小さいサイズに入れています。羽毛布団はギュッと押しながら入れてる感じですね。もう一つ子供部屋から紹介したいネタがあります。スクッブの一番小さいサイズはこのようにクローゼットの天袋に並べるのにとても便利です。このサイズは子供の作品入れにぴったりなのでおすすめです。この大きいサイズがねガバッとそのまま入れることができるんです。もう保育園時代から全部ここに収まっています。厳選して取っておきたいものを追加していきます。季節物を入れたりですとか、皆さんお使いだと思うんですけども、うちはクリスマスツリーなんかもここに入れています。スクープ自体がとても軽いですので、クローゼットの高い位置の収納にとても向いているなと思います。こちらのモッスランダという飾り棚があるんですけども、上下逆に設置することもできます。モスランダという棚は本来はこれ上下逆なんですね。で手前に縁がついています。アートなどを飾りやすく縁がついているものなんですけども、逆につけることですっきりとした棚として使うことができます。とても気に入っていて2個並べて私は設置しています。ここが継ぎ目ですね。設置の仕方はこれもですね、とても優しい方がコメントで設置の仕方を教えてくださりました。 Amazon で一文字金具というものを買いまして、それを使うとネジじゃなくて石膏ボード用のピンで設置することができます。詳しくは概要欄に記載しておきます。またこちらテープライトを仕込んでいまして、このようにちょっと間接照明にしています。ブツブツしたライトでもこのように間接照明にするとブツブツせずに綺麗に光ります。こちらのねライトはもう廃盤になってしまったんですよね。 IKEA で買ったんですけど、また出るといいなと思います。 IKEA のコルクのコースターはアクセサリートレイとしても使えます。こちらは視聴者様からいただいたお写真ですが、ナプキンホルダーを本の一時置きとして使っているということでした。 IKEA のナプキンホルダーはいろんなデザインのものがあります。このベージュのもそうです。色味がすごく可愛くて気に入っています。ノートを立てておいたりしても便利に使えます。続きましてはリビング関連のアイディアを紹介します。こちらは IKEA で人気のグラドムというサイドテーブルなんですけども、スカーラという木製のトレイを組み合わせて使っています。これも本当考えた人天才ですよね。グラドムのテーブルがナチュラルな雰囲気になってとても可愛いんですよ。棚としても一段増えてますし、グラドムもいろんなカラーがありますので、お好みの組み合わせでやってみてください。こちらは IKEA の竹製のティッシュケースなんですけども、飲むヨーグルトのキャップをボンドでくっつけてブロック風にしてみました。使ったスプレーはよく聞かれるので概要欄に載せておこうと思いますけども、多分もう1年以上経つんですけど、ちょっとね剥げてきてます。ここ本当素人仕事ですからこんな感じですけども、気になる方は下地とかね使われた方がいいかもしれません。とにかく簡単に作れて可愛いアレンジです。こちらもとっても簡単で可愛いアレンジです。この赤いフレーム入っているのは包装紙なんです。 IKEA はフレームも包装紙もとてもお安く買うことができます。今クリスマスシーズンでたくさん売ってますので、ぜひやってみてください。こちらは IKEA のキャンドルホルダーです。とてもガラスが肉厚でとっても素敵なんですが、
なんとこちらを針山に使っているという方がいらっしゃいました。面白い。あとミニミニ花瓶として使っているという方もいらっしゃいました。発想力がすごすぎます。次は寝室ネタです。こちらのヘッドボードなんですけども、扉を使っています。 IKEA には扉と検索するといろんな扉が出てきます。こちらはベストという収納シリーズの扉なんですけども、サイズや柄いろいろあるんですよ。私はこれを3つ並べてヘッドボード風にしています。設置の仕方はとても簡単で、三角管っていう金具をヘッドボードの裏側に取り付けまして、壁にフックをつけまして引っ掛けているだけです。いろんな扉があるのでぜひやってみてください。こちらはローデビーという商品です。これはソファーのアームにかけてテーブルになるよというアイデア商品なんですが、これはこれでこちらの方は3枚壁に貼ってヘッドボード風にしているということです。貼ってっていうことなので両面テープか何かでしょうか。おしゃれすぎてびっくりしました。デスク周りのアイデアです。 YouTube でもよく紹介するのですが、よく聞かれるのでまた紹介します。マウスパッドに使っているこちらのグレーのものは IKEA のランチョンマットのコーナーに売っています。ワゴンの中敷きとして使えるよというものです。 IKEA のワゴンは2種類あるため、こちらの中敷きも2種類のサイズが売っています。私は大きい方を使っています。小さい方は3枚セットで売られています。店頭で買われる方は間違いないと思うんですが、オンラインだと間違いやすいので気をつけてください。だいたい2年ぐらい使ってくると毛羽立ってくるので買い替えています。それでもコスパはとてもいいと思います。こんなに安いのにちゃんと裏側には滑り止めもついています。こういうデスクマットっていいお値段しますので、かなりおすすめのじゃない使い方です。こちらはロースコグワゴンです。2種類あるうちの小さい方です。私のは旧タイプで、今のはキャスターにロックがついています。サイズも微妙に違うので全く同じことができるかはわからないのですが、一番下のバスケットを外すと使い道の幅が広がります。バスケットの代わりにワゴン用の蓋を置きました。旧タイプ用の蓋だとちょっと脱落しやすかったので、今売ってる方の蓋を購入してみたところぴったりでした。私は充電ステーションっぽくして今は使ってみています。バスケットのままでもいいんですけども、どうしても縦方向の幅が狭くなって使いにくいなと思うこともありました。掘り込み収納にしたい方はバスケットの方が便利です。このマグネットは Amazon で買いました。いろんな種類買ってみたんですけど、これが一番磁力が強いので愛用しています。今って充電するものたくさんありますよね。もうしかも家族それぞれも持ってたりしますし、これはキッチンカウンター下で目に届かない場所なので、こういう場所が1箇所リビングにあると便利だなと思います。これは IKEA の延長コードなんですけども PD 対応なので充電速度が速いです。上では Apple Watch やイヤホン、あとバッテリーなんかも充電しています。今回は皆様たくさんのアイデアありがとうございました。YouTube のコミュニティの投稿というところにも皆さんの投稿が見れますので、ぜひ見てみてください。 IKEA の脚立は植物棚としても使えます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。